こんにちは、とことです。今回からメンバー3人それぞれ得意な分野で担当を持ち、連載動画をお届けします。とことはまず、コード理論を身につける連載動画をお届けするので、よろしくお願いいたします。第1回は、学習を迷わず進められるように作成したロードマップを使いながら、どのようなことを学んでいけばよいか紹介します。そもそも、コード理論、なぜ学ぶべきなのでしょうか？それは自由に作曲を進めるための前提知識だからです。理論というと枠組みや枷に思われるかもしれません。ですが実際には先人たちが何百年とかけて組み上げたいい曲のセオリーを超高速に身につけられるチート技なんですよね。確かにコード理論が分からなくても名曲を研究しまくれば和音を組んでつなげればいい響きになるなと身についてきますが、時間がめっちゃかかるもの、せっかくまとめてくれている理論があるのですからそれを活用しない手はありません。また理論をするからこそこのコード進行ってまだほとんど使われていないのではと気づけるもの。うわ、天才的な進行を見つけたと思っても車輪の再発明、実はあるジャンルでは常識的な技だったりするわけです。ですのでコード理論を身につけることはクリエイティブな音楽を生み出すためのスタート地点だと思って早めに身につけてしまいましょう。実際に学ぶと例えばこのような楽曲が作れるようになります。このコード理論連載動画の3分の2で題材とする楽曲です。歌い方もわからなくてさまよい続けてた曇り空も心に響く虹を見て大丈夫ってさ唱え続けた。走り出す道はどれだ？見上げただけの未来が忘れてしまおうとしてたあの日見た色彩にまだ心が躍るからストラゴン声奏でた想いのかけら共鳴した未来手を伸ばしたから誰も知らない夢の始まり街のな世界で紡ぐストーリー走り出した素直に歌う楽しさがいかがでしょう？コード理論をまだ知らない方にとっては複雑すぎる印象があるかもしれません。ですが今回からお届けする解説が身につけばこれくらい様々な種類のコードを盛り込むのも息を吸うようにできるようになります。これだけ様々な種類のコードが使えると作曲の幅が広がりそうですよね。今のご自身の楽曲に奥深さを生み出す効果もきっとあるでしょう。また作曲の仕事ではこのコードを使うとアンニュイな感情演出できるよな、むしろこのシーンは複雑なコード合わないよなと使い分けすることも大切。使い分けするためには引き出しがそもそもないといけませんよね。それではどんな引き出しがあるのかコード理論として学ぶ内容を見ていきましょう。まずはコードを学習するための基礎知識から。コードネームをまず読めるようになりましょう。といってもある法則を覚えてしまえば簡単なのでご安心を。続いてダイアトニックコード、基本の7種類の和音を知り、いわゆるトニック、サブドミナント、ドミナントと呼ばれるコードごとの役割について学びます。これが曲に物語性が生まれる理由で、その秘密は和音自体の響きの違いにあります。そんな役割を用いた物語作り、ケーデンスを学ぶのが次のステップ。ケーデンスを学ぶ前提知識としてリブリー化という技術も身につけます。キーに惑わされずにコードの役割を考えるためですね。そしてボイシング、和音を重ねる順番について身につけて第2項目へ移りましょう。R の資格第2項目ではコード理論の醍醐味、ノンダイアトニックコードを学びます。とことんではノンダイアトニックコードをひとまとめに紹介する動画も出しておりますので、先にざっと見ておくのも良いかもしれませんね。連載動画ではより深く内容を掘り下げていきます。大きく分けて3つに分類。ドミナント変換、モーダルインターチェンジ、その他。
ドミナント変換では以下の項目を学びます。まずは比較的転調感のないサス4関連。パッと取り入れやすいパッシングディミニッシュ。置き換えるだけのオーギュメント。実は簡単に置けるけど、音の癖は強い裏ドミナント。2-5でダイナミックな動きのある進行作りを学び、ノンダイアトニックコードの双方なんセカンダリードミナント。そしてセカンダリードミナントの追いアレンジ。ここまで身につけるとポップス系は大体クリアになりますが、さらにエモーショナルで奥深い楽曲作りに欠かせないモーダルインターチェンジ系へ移ります。マイナー借用。ピカルディのサンドはメジャー借用みたいなノリ。その他のモード。で、その他項目は基本モーダルインターチェンジで理論的な説明をつけられますが、よく出てくるので個別で取り上げるちょい技をご紹介します。ちょい技と言いつつ、日本のポップスでは定番ですね。この辺まで学ぶと、先ほど聴いてもらった曲のコードはほとんどクリアできます。ここから先はちょっとおしゃれ系のジャンルとなるので、また後日別のサンプル曲をお届けしつつ、さらなるレベルアップといきましょう。緑の四角、テンションなど、より複雑なコードを扱います。5音以上のコードがほとんどですね。まずはメインのテンション。カタカナが多いですが、やること自体はそんなに難しくないので、わかりやすく解説できればと思います。その他、2つのコードを同時に鳴らすポリコード。フュージョン系ジャンルでおなじみの平行移動系。ペダルポイントと呼ばれる一音持続系の進行などのちょい特殊気味な技も紹介。この辺はちょっとマニアック、現代音楽的なシステマチックな進行が多いかもですね。ですが、身につけることで洗練された進行を作れるようになるでしょう。ということで、このような流れで学んでいくよと学習の順番を紹介していきました。やることたくさんありますね。でも一度身につけてしまえば一生もの。できるだけ理論的ではなく身につくことを意識して動画を作っていきますので、一緒に頑張っていきましょう。またこのコードレッスンのサンプル曲として使う楽曲はフリー音源として公開中。今後パラデータ販売も予定しております。様々なコードの技法が詰め込まれた楽曲ですが、きっと連載を通して学べば同じくらい使いこなせるはずという楽曲になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画が良いと思ったら高評価、これからも作曲関連の動画をお届けするので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。とことんでした。